東方プロジェクトの人妻担当、有名どころで言うと純子、覚醒が、守谷神社の神々、渡月姉妹などが挙げられますね。ちょっと意外なところで言うと、蘇我の閉じ子、物のベストとかがそうだよな、という鎌田人妻キャラが存在していたのかよ。あくまでも元ネタ予想からの説ですが、実はまだ隠れた人妻キャラになり得る奥様たちが存在していたのです。新たなる人妻の開拓につながるのでよろしくお願いします。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介する人妻設定を持つキャラは、古城の妖精チルノです。いや、さすがに見た目が幼いチルノはないでしょ。それがそうでもないんですよ。森安和子だってかなりロリっ子ですが、早苗の祖先とされていますしね。確かに私たちとは異なる種族だから、見た目で判断してはいけないもんな。まさに幻想郷は常識にとらわれてはいけないってことね。まずチルノといえば身長はかなり低く、青い服装に氷の羽を持っています。ズンさんによると、10代前半の人間だとしたらかなり低い部類に入るとのこと。前回の科学の授業で分かったけど、スカーレット姉妹は人間で言えば10歳にも満たないような背の高さがあり、レミリアの身長は東方思想展の画面での大きさを元ピクセル数から算出すると、132.1cm となっていて、それと同じかしたということになるのか。これは9歳児の平均身長 133.5cm よりも少し低い程度となるので、その設定からちゃんと考えて作られていることがわかりますね。格闘ゲームのプログラムはほぼ黄昏さんに任しているようなので、黄昏さんの忠実さが垣間見えるな。だからチルノの身長もだいたい130センチぐらいってことになるだろうね。我々の世界で考えるととんでもない話だぜ。でも昔は結構あり得る話で、かの有名な武田信玄は1533年の13歳の時に結婚しているんですよ。へえ、そう思うとなんだか実感湧いてくるかも。チルノの見た目としては髪は水色で、ウェーブがかかったセミショートヘア、また青い瞳が特徴です。背中の羽は大抵は6枚であり、大体は青色となっていて、また大きなリボンをつけているのが可愛い。寝ぼけているチルノにリボンつけてあげたい。そんなチルノの性格は、氷の妖精だというのに剣カッパやって熱い性格の持ち主。究極の絶対姫神である沖縄に向かって、一丁もんでやるぜ、と言っているあたり彼女の剣カッパやさが垣間見えますね。性格がほぼヤンキーやん。妖精共通の特徴として秋っぽく、忘れっぽいですがチルノは特にそう。3月生では家を壊されたことを忘れるほどだもんな。また、序盤ボスには珍しく原作での登場頻度はかなり多い。初登場は東方高魔教で、2面ボスを務めているぜ。この頃はまだ、異変の関係者でもなくストーリーにも絡まない、レイムやマリサに唐突に戦いを挑んでくるだけの一般的な序盤ボスでしたね。しかし、自作であるヨーヨームで一面中ボスとして早くも再登場を果たしました。さらにカエイ塚では実としての参戦も果たしたり、書籍でも活躍したりと、いろんなところに登場しているよな。東方天空賞では主人公たち、さらに幻想郷最強クラスの社名丸と肩を並べるだけではなく、なんとゆきんこちゃんとは思えない日焼けもして参戦。神主からも愛されるチルノちゃん。本編最新作である交流道のメニュー画面でもちゃっかり登場していますよ。そんなチルノは主に高魔館の前に広がる霧の湖付近に住んでいるようです。妖精は大抵、住処を自然の中に巧妙に隠しているのですが、東方3月生でのチルノは湖のほとりに鎌倉を作って暮らしていて、隠す気ゼロです。可愛すぎやろ。東方愚問式でもチルノの寝床の目撃情報があり、泉の上で寝ている情報があったりと妖精にもかかわらず幻想郷でもかなり見かけるようですね。幻想郷に流れ着いたらまずチルノを探してみます。また霧の湖には同じく妖精の大妖精がいて、二次創作ではチルノのお姉さん役として書かれることが多いよな。おバカなチルノとは対照的なしっかり者であることが多いですね。大ちゃんが奥さんに決まってる。そんなチルノの元ネタはウンディーネと考察されています。ウンディーネは次第精霊の中の水の精霊。人間と同じ容姿を持ち、愛を得て初めて魂が宿るとされる女性。小説や歌劇、バレエなど多くの作品の題材にもなっているよね。次第精霊は、16世紀の医師であり錬金術のパラケルスによって提唱された次第元素風土水火を象徴する精霊。ウンディーネはそのうちの水の精霊ってことか。ラテン語のアンダウンダ、波と女性系の形容詞語尾や韻が組み合わさって波の乙女波の娘を意味するのです。次第精霊には基本的には性別も魂もありません。水の精霊ではありますが、チルノと同じく湖や泉などに住んでいる精霊なことから元ネタではないかと推測されています。また人間と同じ容姿を持ち、愛を得て初めて魂が宿るとされる女性。まさに水も滴るいい女というわけか。けれど、水の精霊ウンディーネに限っては、多くの場合美しい女性の姿をし、人間の愛を得ること、あるいはその人間との子供を持つことで不滅の魂を得ることができるとか。不滅の魂って東方プロジェクトの妖精の概念に似ているかも。パラケルスの妖精の書でのウンディーネは、シュタウフェンベルクの
の町に現れ、男を誘惑し結婚。けれど男はやがて水星を悪魔だと冷たく扱い、別の女と結婚してしまいます。めちゃくちゃ悲劇な結婚じゃないか。チルノというと、力はあるのに三妖星よりも忘れっぽいようですが、これは忘れるのではなくて、忘れようとしているのかもしれません。うわ、今背筋が凍ったぜ。またチルノというと、霧の湖のリーダー格という設定があり、湖には妖精や妖怪が集まりやすくそこを束ねているとなると、見た目や言動とは違って、非常に長生きしている長老的な立ち位置の可能性が高いです。よくよく考えると妖精より上の大妖精もあの霧の湖にいるにもかかわらず、リーダー格ってめっちゃすごいじゃん。また長生きしている可能性が高い理由として、嘉永塚では推定年齢100万歳以上の帝に対して海を渡れないウサギと呼んでいたのです。ちょっと待って、それって色々やばくね？帝は神話の稲葉の白ウサギの本人らしく、その物語について語っていることからチルノも100万歳以上生きている可能性があるってことになるじゃないか。そう、そして妖精という種族は死という概念がなく、どんなにバラバラにされても死んでもすぐに同じ姿で生まれ変わるのです。なので長生きも可能となると、ひょっとするかもしれませんね。このことから考えると、見た目が幼いチルノが既婚者だっていうこともあり得る話ではないでしょうか？チルノが忘れっぽいのは、そういう性質ではなくて自らが忘れようとしているっていう考察はめちゃくちゃ面白かったよ。またチルノは美人だということがわかる要素があり、東方嘉永塚にてあの他人に興味があまりない風見優香がチルノを見て可愛いというセリフがあるんですよ。あの優香が可愛いっていうのは珍しいからワンチャンあるよな。最強で美女で、ネタもいける上に人妻担当にもなれるチルノはこれからさらに人気が飛躍していくでしょう。チルノが母親はめっちゃ面白そうだしな。毎日が友達感覚で話せそうな母親になりそうですよね。原作で EX チルノを待ちしています。チルノが掛け算覚える波にありえない。それでは次に紹介する人妻設定があるキャラは、冬の妖怪でおなじみレティ・ホワイトロックです。まさかのヒートツーマー。冬の間だけ現れる妖怪で、亜球によると雪女の一種らしいです。彼女の見た目としては、瞳は紫っぽい色をしていて、薄紫入りまたは薄水色のショートボブに白いターバンのようなものを巻き、ゆったりとした服装をしています。下はロングスカートにエプロンらしきものを着用。また首には白いマフラーを巻き、胸元に氷をかたどったようなアクセサリー。シンプルなデザインだけど雪女らしくて美女だよ。でもレティさんって毎回作品部門3位をキープするほど人気のヨーヨームの一面ボス担当の割には、なかなか前に出れてないよね。冬以外は日の当たらないところに隠れるという設定があるので、冬以外に出す場面がなかなかないので二次創作ではちょっと描きづらいところがあるキャラだからでしょう。なるほど。だから二次創作イラストとかでなかなか見かけないのね。隠れ人気キャラとして頑張ってほしいところだよ。そんなレジは冬である間は幸せなため、ヨーヨームの異変時はその幸せを破ろうとしたレイムたちにちょっかいを出しました。しかし、毎年春が来ることは当たり前のこととして受け止めているので、本気で攻撃してきたわけではないようです。時期に攻撃してきたことが、ただのちょっかいだとわかるセリフといえばやっぱりあれだよな。そう、あれですよ。黒幕という名言を持っていますが、これで知った人は多いのではないでしょうか？一面ボスで黒幕と名乗るお茶目なレジが可愛すぎますよ。霊気を操る程度の能力を持つチルノと能力が似ているのですが、本人は妖精なんかと一緒にされても困ると言っているあたりかなり強力。レジの能力は寒気を操る程度の能力だぜ。自然にある冬の効果を強める能力なんだ。亜球が言うに冬は大きな力を持つとされています。自然の力を借りるって相当なパワーだよな。冬になれば彼女の右に出る者はいないですね。冬ではね。そう、冬は大きな力を持つのですが、冬以外ではこの能力はほぼ無力となるようで、そのため冬以外は隠れるようですね。そしてレジの元ネタはその能力や春から秋にかけては眠っているということから、元ネタとしてスコットランドの冬の女神カリアッパベイラなのではないかと言われています。女神カリアッパベイラってどんな人なんだ？青白い顔をしていて、晩秋になり始める頃に、一本の杖を持って林や森、公園を歩き回るそうで、杖が木々に触れるとこの葉が舞い落ちてしまうようです。また、冬の間に日差しを暗くし、雪を運んでくるのもこの魔女の仕業。春になる頃に石になり、秋のハロウィンになると復活するとのこと。復活した時、美しい夏の乙女へと転生し、草花に新しい息吹を吹き込むようですね。なるほど、春頃に石になって隠れるっていうところが歴と確かにそっくりだな。イギリスやスコットランドの高地地方や、アイルランドに伝わる病と冬を司る妖精でもあるようで、カリアクバルとも呼ばれることもあり、太陽神ルーの妻である V と同一視されることもあるのです。
ルーには4人の妻がいてその中の1人が V とされています。V は太陽神ルーの正妻とされる地母神にして全ての神の母とされる母神であり、土地の守護神とされていますよ。めっちゃすごい神様じゃん。また、夏を司る女神ブリギッドと入れ替わりで11月1日、もしくは冬の第1日で行われるサウィン祭から5月1日、あるいは夏の第1日のベルテイン祭を間の冬の季節を支配する季節の神、もしくは精霊としての一面もあると言われていますよ。レティと出てくる季節と隠れる季節が一緒じゃないか。このことからレティも人妻になりうるキャラなんですよ。なるほどな。確かにレティって他の一面ボスに比べて、かなりお姉さん感あるキャラクターだしありえそうだぜ。そうそう、幼い一面ボスに比べるとかなりお姉さん感があって美人ですよね。二次創作ではよくチルノの母親的存在で書かれることが多いですよ。しかし先ほどの解説で判明したがどっちも一つもだったっていうね。草の根妖怪ネットワーク参考に、ママ友精霊ネットワークと名付けましょう。レティはゆったり系お姉さんという感じで、可愛いらしいことから人気もありますよ。確かに見た目は冷たそうだけど、好かれたらホットに包み込んでくれそうだぜ。ヨーヨームの一面ボス担当で魅力的な人妻キャラ設定もあるのでもっと伸びてほしいキャラですよ。こうなれば、チルノと同じように日焼けして登場するしかない。ヤンママという新たなる境地。それでは次に紹介する意外な人妻設定を持つキャラは、河原のアイドル水子の恵比寿栄華です。これまたとんでもないキャラクターが人妻なんだな。この子に関してはかなりガチで人妻説があり、しかもお相手はまさかの東宝プロジェクトに登場しているキャラクターです。は？嘘でしょ。一体誰なのか早く知りたいぜ。恵比寿栄華は才の河原で石を積んでいる水子の霊です。また才の河原の水子の霊たちのリーダー的存在でもあるぜ。無駄な単純作業を楽しくやりがいのあるものに変える福の神という側面を持っていますよ。常に明るく最地に長け、石積みコンテストなど色々なイベントを開催して水子たちに好かれるアイドルです。恵比寿栄華はふわふわしていて可愛いんだよな。また東宝名物の裸足キャラでもあることがポイントが高いですね。もはや裸足派東宝の名物ですか。ちなみに体験版では名前に表記揺れがあって、恵比寿栄華なのか恵比寿陽華なのかはっきりしていなかったのですが、製品版にて恵比寿栄華に統一されました。そんな栄華ちゃんは直接的には水子の霊で、恵比寿と同一視されることもあるヒルコ神でもあると思われます。へえ、神様ってめっちゃすごいじゃん。計11面において、中ボスとして登場する恵比寿栄華を一定条件下で倒すとレア動物のクラゲが登場しますよ。ちなみにヒルコが流された理由は諸説あるのですが、その一つとして生まれた時から骨が存在せず、体がぐにゃぐにゃだったからというものがあり、これが栄華にクラゲの衣装が盛り込まれた理由と思われます。栄華が水子の霊でありながら同時に福の神であるのは、ヒルコを元ネタとして含んでいるからってことか。もち一家本人かは不明ですが、東宝外来編で神主にヒルコだと断言されていました。ちなみに、そうなると今作の6面ボスのハニヤス神ケーキと生まれは同じになります。ケーキというと、祝勝会において、動物霊側からひどい扱いを受けていた最下層奴隷階級の人間霊たちの起死回生をかけた祈りによって召喚され、動物霊から人間霊を守ることになった神だよな。この二人がイザナギの子だったのはびっくりしたぜ。一見すると6面ボスであるハニヤス神ケーキとあまり関係なさそうに見えますが、実は繋がっているんですよ。ハニヤス神ケーキは手に持ったのみや彫刻刀からもわかる通り、職人系のクリエイティブな神様だよな。そう、ケーキは自らを造形神イドラデウスと名乗り、偶像を作り出す能力を持ちます。中でも、ケーキが制作を得意とする偶像がハニワなんですよ。そうしてできたのが、自我を持つハニワ上等宮真由美率いるハニワ兵団ということですよ。なるほど、ケーキと真由美はそういうつながりだったのか。そんな奇形獣のラスボスであるハニヤス神ケーキの元ネタであるハニヤス神は、古事記では、イザナミ神が死ぬ間際の排泄物からハニヤスビ個人ハニヤスビバイ神の二神が加勢したとされるのです。ということは、恵比寿栄華はある意味兄弟ということかよ。元ネタで言うとそうかもしれませんね。イザナミの最初と最後の子というのも奇形獣での流れでしたし、ちなみに、もし栄華イコールヒルコだった場合、彼女は東宝における日本神話由来のキャラとしては、エイリン、つまり八石剣、光、つまりキクキクリ姫に次いで2番目に長い時を過ごしていることになります。ということは、見た目とは違って億単位で生きているキャラってことになるのかよ。これでもう結婚した相手が割れてきましたね。そう。結婚相手は矢心エイリンです。マジかよ。驚きすぎて体の骨がなくなりそうだぜ。いやどんな状態なんだよ。エイリンというと、月人がまだ地上に住んでいた頃、月へ移り住んだ月の都の創設者の一人で、つくよみよりも年上かつて蓬莱山かぐやの教育係を務めていて、そのかぐやの能力により蓬莱の薬を作りました。しかしその薬を飲んだかぐやは月から追放されてしまうのです。
月の使者のリーダーも務めてエイリンは地上へとかぐやを迎えに行くんだが、その最多の使者を皆殺しにして月から逃げ続ける道を選んだ経緯があるんだよな。エイリンのかぐやに対するユリとも思える忠誠心がすごいですよね。それだと完全に浮気でしょ。そんなかぐやと共に逃亡生活を続けるうちに幻想郷の迷いの竹林に行き着き、永遠帝にかぐやの能力を応用した魔法を施して隠れ住んでいました。東方地霊記伝を見るとこの魔法のトラップは未だに使っているようだ。エイヤ将以後は薬屋や医者として活動していて、現在の月の使者のリーダーであり遠い親戚でもある綿月姉妹の教育係をしていたこともあり、今でも二人から慕われていますよ。そんなエイリンの元ネタは矢心思い金とされていますね。確かに名字も一緒だな。スペルカードでも送信、神思い金デバイスなんかがあったりします。祭神の雨の矢心思い金の御事は、アマテラス大神が岩戸にこもった際に、岩戸を開く方法を考えたという神、学用成就、商売繁盛、開運、家内安全の神として信仰を集めていますね。エイリンも神主から天才と言われるほど頭がいいし、暴月賞では天才的な助言を綿月姉妹などにしていたよな。そしてある話では、イサナギイサナミの初めての巫女は、昼間に誕生したので昼子姫と名付けられました。昼子姫ってことは栄華のことだよね。この時、父イサナギの年は40、母イサナミが31で、2年後は大役にあたる天の節にあたりました。重金大神と下昇姫神は、恋愛で結ばれた夫婦で、恋愛結婚縁結びの神様でもあります。マジで結婚してたの？それは、まだ紫金大臣が秋彦は智彦と呼ばれ、下昇姫神が若姫という名だった頃のことです。ある日、アマテラスの使者秋彦が玉積宮にやってきました。秋彦を見た若姫は、一目で秋彦を好きになってしまうのです。エイリンは確かにかっこいいし、頭もいいもんな。後で子も可愛すぎます。秋彦に恋焦がれた若姫は、思い金思い悩み、矢も盾もたまらず、その思いを歌にしたためて知恵を絞った和歌のラブレターを秋彦に送りました。やーん、栄華めっちゃ乙女じゃん。こうして二人は結ばれたということになりますよ。元ネタをたどるとまさかのキャラ同士が夫婦だったとは。まさに東方プロジェクトは常識にとらわれてはいけないってことですよ。心霊病組とかもそんな感じだったよな。もし心霊病組の夫妻関係について気になる方は後でこちらを見るといいぞ。二人とも見守る者同士ですし、エイリンとエイカは結構似合ってるかもですね。意外と想像できる組み合わせなのが面白いよ。エイリンに定期的に身長測定してもらうエイカとか見てみたいものですね。可愛すぎてやばい。二人で石積みとかやってほしいよ。エイリンとか小石だけで10メートルぐらい作りそう。ちなみにクラゲは漢字で水母と表記されるんですよ。だから水子を見守るキャラなのか。私たちも彼女たちの夫婦関係を見守りたいところですね。ぜひとも同人誌で流行ってほしいところです。それではラストに紹介する、意外な人妻設定を持つキャラは、ヤクモゆかりの式神であるヤクモランです。まさかのランシャマも人妻だったの？まずヤクモランは見てわかる通りキュービの化け狐です。式神なんだが強大な霊力を持っていて、自らもチェンという式神を刺激しているぜ。日頃はヤクモゆかりの屋敷に住んでいますよ。真面目かつ礼儀正しい性格であり、嫌がらせでもされない限り人間を襲うことはまずないそうで、非常に頭のいい妖怪。賢い妖怪はいちいち人を襲うようなことはないらしいな。そう、なぜなら人がいなくなれば妖怪の存在も危うくなるということを知っているから、ランはヤクモゆかりと同じようにまた数学にも長けていて、思考能力が高い分もお手上げの方程式を解いていました。しかし油揚げをあげれば、大概のことは許してくれるという可愛らしい一面もありますよ。油揚げをあげれば許してくれるって幼獣らしくて可愛いな。主であるゆかりに忠実であり、彼女の式神であることを誇りに思っています。ただし、独断で行動してお仕置きを受けることも、自身が式神でありながらも式神のチェンを刺激し、可愛がっていますよ。アンダーテールの海の親のトビー氏もヤクモランが好きだそうですよ。トビー氏もランが好きなのか。見た目としては、金のショートボブに金色の瞳を持ち、その頭には角のように2本のとんがりを持つ、いわゆるズン帽をかぶっていて、このとんがりの中には狐の耳がしまわれています。この素晴らしいデザインをなんで思いつくのかが本当にすごいよ。服装は古代同郷の法師が着ているような服で、ゆったりとした長袖ロングスカートの服に青い前掛けのような服をかぶせていて、主であるゆかりの本来の服装と似せていますね。またランシャマというと、モフモフの尻尾が魅力的だよな。上司のゆかりのお世話もできて、下っ端のチェーンのお世話もできる、エリートっぷりも素晴らしいですよ。そんなランの元ネタはキュービの狐の卵前とされています。卵前はファンタジー系のゲームとかでよく出てくるあれか。そうそう、キュービの狐は宮中に入り込み、鳥羽上皇に仕える女官となって卵前と呼ばれるようになります。
そしてその美貌と博識から、次第に鳥羽上皇に寵愛されるようになりました。蘭も非常に頭がいいのは、元ネタの玉も前から来ているのかもな。九尾の狐の伝説は日本だけではなく、中国、インド、ベトナム、朝鮮半島など広範囲に残っていて、九尾の狐が絶世の美女に化けてその時の権力者に取り入り悪用を働くというのが基本の流れです。そうそう、結構悪女って聞くけど実際はどうなの？基本的には妖怪なのでそうですね。ただ玉も前の物語の一つの玉物造詞の書本中、古い系統と考えられるものには殺生意思説話が見られず、これは後に付加されたものと考えられていますよ。この頃すでに玉も前の前歴としてマダラーシ王の夫人となっていたという説があります。そのマダラーシ王ってどんな人なんだ？生まれた子は足に斑点があったことからマダラーシと名付けられました。やがて成長し、父の後を継いで王に即位に、しかし獅子の血もあるマダラーシ王は人肉が好物で、それを得るため非道残虐を繰り返したため、反発した戦の小国の王たちにより山に追放されたそうです。しかし山の鬼たちはマダラーシ王を歓迎し、大王と敬ったとらされていますよ。確かに、半人同士お似合いって感じだな。このことから薬も蘭ももしかしたら人妻かもしれないってことか。まああくまでも元ネタでの話ですがね、こういった楽器や玉も前の元ネタを持つことから、薬も蘭はかなり胸が豊かで書かれる場合があります。ゆかり様を差し置いてね。そう、ゆかりもお姉さん感あるキャラからかなり大きく書かれる場合が多いのですが、従者の薬も蘭の方が大きくしたら面白くなるじゃん、という考えで女ではなく幕で書かれる場合が多いです。正直笑った人挙手。そして薬も家のお母さんとなることが多いですね。上司であるゆかり様も含めてね。そう、薬も一家の中では家計を握り家事を担当するお母さん的ポジションにいることが多いですね。昔ながらの割烹着がよく似合うキャラとして定着していますよ。ランチャマの手料理は全部油揚げになりそうだけど、最高っす。なんといってもチェンを可愛がっているところは母親らしくていいんですよね。ランがチェンを可愛がるのは公式でも見られるけど、二次創作ではよく度を越して誇張されているよな。自身の式神であるチェンの一挙一動に過剰に反応してしまうというのがお決まりです。もふもふ幼獣で美人で頭も良くて、面倒見もいいという一妻としては最高潮の逸材キャラですよ。今すぐにでもランの同人誌欲しくなりました。ちなみに玉も前のモデルは、鳥羽上皇に寵愛された皇后美福門院、またの名を藤原成子とも言われています。藤原ってことは、そう、藤原の母校と稗田亜弓もある意味で血が繋がっているのではないかと思われますね。なんだよそれ、面白すぎるだろ。藤原の母校は言わずもがな、藤原家の子で、亜弓は転生前の稗田のあれの同一人物とされる、藤原の不人と言われているから繋がりがあるんだよな。歴史ってなんでこんなにも面白いんだろう。東方プロジェクトは歴史とうまく話を繋げていて、勉強になるのも魅力ですよね。他にも探せば人妻キャラがいると思われるのでまたやっていきますよ。楽しみすぎます。それでは今回の授業はここまでにします。視聴者さんは誰が東方プロジェクトの人妻担当キャラだと思うか教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。